おはようございます。最近雨が多くて全然山に登れてないので、昔の動画を引っ張り出して編集してみましたシリーズ第2弾。今回は2024年11月に登った日光白根山です。日光白根山には登山コースが複数ありますが、今回は菅沼登山口から三田ヶ池を経由して山頂に向かい、下山は五色沼、前白根山、五色山を回る周回ルートです。登山口までは友達が運転してくれました。登山口の時点ですでに標高1700メートルを超えるのでかなり冷えます。最初は樹林帯の中を緩やかに標高を上げながら進んでいきます。序盤は比較的歩きやすい道が続くんですが、少しずつ傾斜が出てきます。場所によっては木の根っこやぬかるみもあるので、転ばないように気をつけながら進みます。綺麗。樹林帯の部分が長く地味にじわじわ登り続けるので、私は初っ端から体力を結構消耗してしまいました。でも森の雰囲気はすごく良くて、静かな登山を楽しみたい方にはぴったりです。このルートは登山者が比較的少ないです。樹林帯が終わると視界が一気に開けて三田ヶ池に到着です。三田ヶ池。休憩にもぴったりな場所で池の静かな雰囲気に癒されます。三田ヶ池から先はいよいよ山頂に向かう部分です。1.1 キロだって白根山。上から見れるんだよね、五色沼。むしろ多分それが映ってるんだよね、よく写真は。そうだと思うんだ。そうだよね。この辺りからはゴツゴツした地形が目立ちます。日光白根山では火山特有のダイナミックな景色を楽しむことができます。あ、霜柱だね。視界が開けて結構高いところまで登ってきたなという実感が湧きます。登山道の中で特に危険な箇所はないと思いますが、この辺りでは足元にゴロゴロした石が増えてくるので、歩幅を小さくして焦らず一歩ずつ登っていきます。寒さ伝わりますか？登山時期は11月初旬でしたが、すでにかなり寒かったです。この菅沼コースの特徴としては、登山口から山頂までのコースタイムが短いということです。登山口から山頂までのピストンなら往復のコースタイムは5時間半です。その分標高差がしっかりあって歩き応えのあるコースです。あ、開けた。体力的難易度をもっと下げたい方はロープウェイを利用するのがおすすめです。日光白根山の山頂が近づいてきました。こんにちは。快晴の日曜日とあって山頂にはたくさんの方がいます。私たちが登ってきた菅沼コースではあまり人に会わなかったので、やはりロープウェイで登ってくる方が多いのかなと思います。日光白根山は栃木県と群馬県の県境にそびえる活火山です。標高2578メートルで関東地方の最高峰です。日本百名山の一つでもあります。登山を始めたばかりの頃、この画角で撮られた写真を見て、いつか自分の目でも見てみたいなと思ってた場所にようやく来ることができました。荒々しい山肌の中にポツンと見える五色沼がすごく綺麗で印象的でした。この後実際あそこまで下っていくんですが、近づいてみるのが楽しみです。この日はとても天気が良くて、山頂付近には360度の大パノラマが広がってました。空気が澄んでいて遠くまで本当によく見えます。男体山や中禅寺湖をはじめとする日光のダイナミックな景色が美しく、紅葉の始まった山肌と空のコントラストも綺麗で、似たような写真を何枚も撮ってしまいます。ここまで登ってくるのは結構大変でしたが、晴れた日の山頂にはこういうご褒美があるので、諦めずに登ってきてよかったなという感じです。この日達成感はかなり大きかったです。しばらく山頂を楽しんだ後は五色沼方面へ降りていきます。一気に下っていく区間でゴロゴロした石も多いので、足を置く場所を選びながら転ばないようにゆっくり進みます。この辺りまで来るとさっきまでの山頂の迫力とはまた違って少し穏やかな雰囲気になります。
しばらく下ると五色沼避難小屋が見えてきます。避難小屋から少し進むと五色沼が見えてきます。沼越しの日光白根山はこのルート全体の中でも強く印象に残る景色の一つでした。見る角度や光の具合によって沼の色味がコロコロ変わって面白いです。五色沼あたりは結構静かで落ち着いた雰囲気でした。五色沼を過ぎて次は前白根山を目指します。ここからまた登り返しが始まります。日光白根山の周遊ルートは山頂を踏んで終わりじゃなくて、下山中にもアップダウンがあるのでかなり体力を使います。2373。前白根山から見る白根山と五色沼が最高に素晴らしいので、ここは行く価値ありだと思います。少し離れた場所から日光白根山そのものが美しく見えるビューポイントでもあります。前白根山周辺は結構開けていて、風が抜ける感じがとても気持ちいいです。前白根山からさらに進んで、次は五色山に向かいます。ここも派手なピークではないんですが、それなりにアップダウンがあります。すでに結構歩いてきているのもあって、じわじわ足に来る感じです。ただ、この辺りは稜線っぽい雰囲気を感じながら歩けるので、景色を見つつなんとか進んでいきます。太陽がだいぶ傾いて、五色沼には影がかかりました。11月はもうだいぶ日が短いので、そろそろ三田ヶ池方面に下っていきます。日光白根山は想像してた以上にバリエーション豊かな山でした。菅沼登山口からの周回コースは体力を結構消耗しますが、その分ご褒美みたいな絶景にたくさん出会える満足度の高いルートでした。一つの参考の中で景色がどんどん変わっていくのが面白かったです。また別のルートを選んでぜひ登ってみたい山です。